1、良いニュース、私は小説に転生した。悪いニュース、私はステラ・スターリング、つまり後々追い出される偽物のお嬢様に転生した。良いニュース、その小説を書いたのは私だ。本物のお嬢様が戻ってきたら、両親の罪悪感を利用して私を踏みにじり、会社の機密を売った罪をでっち上げて家族から追い出し、最後には車で引き殺すことを私は知っていた。だから、4歳の時に私は裁縫針を手に取り、両親の避妊具をすべて穴だらけにした。それ以来、私は彼らに妊活に良い食べ物やビタミン剤をせっせと勧め、とにかくたくさんの子供に恵まれるよう祈った。そしてついに、私が5歳の時に最初の妹が生まれた。次の年には、2人目の弟が誕生。そして今、私の18歳の誕生日に、本物のお嬢様が戻ってきた。彼女は走り回る8人の小さな悪童たちをじっと見つめ、言葉を失った。アーサー・スターリングさんをお願いします。私は彼の実の娘です。私が書いた本の元主人公、ライリーがビデオインターホンの前に立っていた。彼女は親子鑑定書を掲げ、背筋をピンと伸ばしていた。これが DNA 鑑定書です。私帰ってきました。執事のゲーブル氏は、もうぐったりとした様子だった。奥様、門のところに若い女性がご主人の身の娘だとおっしゃっています。その時、母エレノアは左手に泣きわめく1歳のリディアを抱え、右手では6歳のフィンを姉から引き剥がそうとしていた。使用人たちは手出しできず、ざわめきの周りで緊張した円陣を組んでいる。実の娘という言葉を聞いて、母は一瞬固まった。原作の脚本通りなら、ここは驚きと疑念に打ちひしがれ、やがて駆け出して長年離れていた我が子と涙ながらに抱き合う場面だ。しかし現実は、ママ。イーさんが僕のアイアンマン人形を取った。ママ。明日着るはずのドレスどこ？ママ。サムが吐いた。僕の宿題の上に全部。ママ。うち中のあらゆる場所からママ。の大合唱が湧き起こった。母は薄くなった髪をかきむしった。ママママってうるさい。お姉ちゃんを探しなさい。彼女は全身から文字通り世界なんかどうなってもいいと静かに叫んでいるような純粋無垢な絶望感を発散していた。誰にも会わない。あの子には帰ってもらいなさい。もう娘なんていらないのよ。ゲーブル氏は苦渋に満ちた表情を浮かべた。奥様、あの方は親子鑑定書をお持ちで本物のようです。母は苛立って頭をかいた。私は2階の踊り場からそれを見て笑いをこらえようとした。原作では私は悪役の偽物のお嬢様だ。唯一の娘として本物のお嬢様が戻ってくるまで甘やかされて育った。ライリーが戻ってきてからは罪悪感と血のつながりが彼女を家族の新たなお気に入りにした。でも今は？兄のイーさんが生まれた時、両親は喜びの涙を流し、占星術師に名前の相談をした。元の時間軸でのライリーが生まれた時、彼らは息子と娘に恵まれて大喜びした。3人目の妹マヤが生まれた時、両親はほのかな微笑みを浮かべ、女の子同士で一緒に育つのもいいと思った。6番目のフィンが生まれた時には、母は卵管結紮手術を受けようと決心した。私が思いとどまらせた。7人目、8人目、9人目と、両親の顔は子供が生まれるたびに曇っていった。10人目のリディアが生まれた時、母はもう我慢の限界で手術を予約した。父はショートブレッドクッキーを食べ終えた後、何気なく赤ちゃんにクッキーと名付けた。母にとってもう一人子供が増えることは、喜ばしいサプライズではなく、ホラーストーリーなのだ。奥様、鑑定書はゲーブル氏が恐る恐る言った。見たくない。そこに置いておきなさい。
母は顔も上げずに怒鳴った。とにかくリディアを泣き止ませて。ああもう、この小さな怪物、お願いだからやめて。ママ、頭痛がするのよ。彼女は必死にリディアを抱きながら上下に揺らし、子守歌を口ずさんだ。一方、門の前で DNA 鑑定書を握りしめ、心温まる家族の再会を待つ本物のお嬢様は？誰にも構っている暇はなかった。私は階段を降りていき、ゲーブル氏からタブレットを受け取り、防犯カメラの映像にちらりと目をやった。画面の中、ライリーはまだ挑戦的なポーズをとっていた。長い時間待たされ、彼女の表情は苛立ちと困惑に変わっていた。私は口元に小さな笑みを浮かべた。中に入れてあげてとゲーブル氏に言った。彼女も長さんの血を引いた子ですからね。スターリング家が私生児を虐待するなんて思われたくありませんから。ステラお嬢様、でもゲーブル氏は躊躇した。大丈夫。何かあったら私が責任を取ります。私は優しく理解のある姉の絵のように完璧な笑顔を浮かべた。ゲーブル氏はようやくうなずき、門を開いた。2. ライリーがスターリング家の居間に入った瞬間、彼女の顔には様々な感情が壮観に描き出された。広々とした空間は散らばったおもちゃ、絵本、お菓子の包み紙の戦場だった。6、7歳くらいの男の子が別の5歳くらいの子を馬のように乗り、走れ、走れ、と叫んでいる。馬の方は大声で泣きわめき、鼻から鼻水の泡を吹いていた。二人はそのまままっすぐライリーに突進した。不意をつかれた彼女はよろめきながら後ずさりした。本能的に全力で男の子を押しのけた。どけ。その一押しは全力だった。どこのガキが私にぶつかってくるんだ。5歳のサムはその一押しに太刀打ちできなかった。彼は後ろに吹き飛び、頭を大理石のテーブルの角にぶつけ、鈍い音を立てた。わーん。サムの額にはすぐに大きなコブができ、こめかみから血が一筋流れ落ちた。サム。3番目の妹マヤが彼を抱き上げ、ライリーに毒々しい目を向けた。あなた誰よ。私たちの家に押しかけてきて弟をいじめる権利なんてあると思ってるの。ライリーは怒り狂い、言い返した。スターリングうちの子供は私と兄の2人だけよ。ここがお前たちの家だなんて誰が言った。あなたもあの女のステラもみんな偽物よ。パシ。平手打ちの鋭い音が騒がしい居間を切り裂いた。ライリーは自分の方を押さえ、どこからともなく現れた母を信じられないという様子で見つめた。母の手はまだ上がったままで、怒りで胸を波打たせていた。ライリーの目は一瞬の慌ての色を見せて大きく見開かれた。母は怒鳴った。子供たちの群れを指さしながら。いいか。ここの子供たちはみんな私が10月10日、と月10日をかけて産んだ子たちだぞ。誰がガキだって？誰がガキだって。怒りで震えながら、母は近くのテーブルから羽箔機をつかみ取り、ライリーに向かって打ち据え始めた。入って早々私の息子を殴る気か？彼らをガキだって呼ぶ気か？アーサーの愛人のどこの誰の娘だ？礼儀もわきまえないのか？ライリーは呆然とし、その襲撃に凍りついた。彼女はくるりと振り返り、その目はまだ階段からショーを見ている私を捉えた。私は手すりにも垂れかかり、彼女に輝くような笑顔を見せた。お母さん、落ち着いて。私は歩み寄り、そっと母の背中をポンポンと叩いた。ライリーは結局私たちと一緒に育ってないんだから、作法が少し欠けているのも仕方ないよ。これからゆっくり教えてあげればいいじゃない。私はライリーの方に向き直り、無邪気な仮面をかぶった。ライリー、お母さんに謝れば、これで全部水に流せるよ。3.
ライリーは歯を食いしばり、ドスンと膝をついた。涙は即座に溢れ出た。お母さんごめんなさい。彼女は見事に、どんな心も和ませるような美しさで泣いた。私は孤児院で育ちました。ずっといじめられてきました。強くなければ人に踏みつけられてしまうから。ただ食べるために犬と食べ物の残りを奪い合わなきゃいけなかった。私の代わりに豪華な生活を送れたステラみたいに幸運じゃなかったんです。お母さん、どうか許してください。彼女は顔を上げ、母によく似たその目で、おずおずと母を覗き見た。わあ、被害者面しながら私への当てつけも入れるなんて。お母さん、本当にこんなにたくさん兄弟姉妹がいるなんて知らなかったんです。ただ、家族が欲しくて。母のこわばった表情は和らいだ。目の中の炎は消え、罪悪感の色がちらついた。いいわ、立ちなさい。彼女はため息をつき、ライリーを助け起こそうと手を差し伸べた。ライリーの顔に一瞬、勝利の色が走った。しかしその時、わーん。またしても耳をつんざく、魂を揺さぶるような叫び声が上がった。今度はサムではなかった。リディアだ。怖いお姉ちゃん、怖い怖いよ。3歳のリディアは私の腕に顔を埋め、泣きじゃくって顔を真っ赤にし、荒い息をしていた。彼女は未熟児で、いつも体が弱かった。この泣き方はあまりに激しく、ほとんど気を失いそうだった。ああ、私の愛しい天使。ライリーに向かっていた母の手は、瞬間的に引っ込んだ。彼女はリディアの方へ飛び出した。どうしたの、私の宝物？あの子が怖がらせたの？大丈夫、ママがいるよ。ライリーの周りに集まっていた他の子供たちもチリチリになり、今はリディアを心配そうに取り囲んでいた。ライリーの目は、みんなの注目の的であるリディアに釘付けで、歯ぎしりする音がこちらまで聞こえるほどだった。私はリディアを抱き、そっと背中をトントンと叩いた。突然、ライリーが私の背後に立っていた。痛い。おてて痛い。リディアは泣き叫び、小さな手を差し上げ、その泣き声は胸を締め付けるようだった。私は下を見た。リディアの白くて柔らかな手の甲には、真っ赤な爪痕がついていて、もう血が滲んでいた。ライリーはそれを見ると、すぐにまくし立て始めた。ステラ、あなた何したの？どうして自分の妹をつねるなんてことできるの？私がここにいてほしくないなら出ていくよ。どうして私を恥ずかしめるために妹を傷つけなきゃいけないの？彼女の非難が空気に乗って部屋を重い沈黙に陥れた。私はほとんど吹き出しそうになった。君はステラがリディアをつねったっていうのか？4番目の弟レオは世界で一番間抜けな冗談を聞いたかのように鼻で笑った。彼は歩み寄り、私の手をつかみ、ライリーの顔の前で高々と掲げた。ちゃんと目を見開いてよく見ろ。私の爪は短く切り揃えられ、指先と完璧に同じ長さだった。低米の世話をするために、私は決して伸ばさず、手は顔よりも柔らかかった。豆腐も傷つけられないのに、血を出すなんて到底無理だ。一方、ライリーは、彼女の手は荒れており、爪は長く、鋭く尖っていた。家中で彼女だけがそんな爪をしていた。母は新たな怒りの波で震えながら、ドアを指さして叫んだ。あの子を部屋に連れて行って鍵をかけなさい。自分が何をしたかじっくり考えさせなさい。2人の警備員が、その後、抗議するライリーをじゃがいも袋のように引きずり去った。4. 数日間の謹慎の後、ライリーはおとなしくなって現れた。ついに、アニー・イーさんとダベンポート家の令嬢との婚約パーティーの夜がやってきた。これは原作の重要な場面だ。そして、私の運命を決定的にした転換点でもある。原作の筋書きによれば、
ライリーは今夜、私に薬を盛り、スターリング家の宿敵であり、小説の主要な悪役、ヴィンセント・ホークとベッドを共にするように仕向ける。それから、父の書斎から盗んだ会社の機密が入った USB メモリーを私の部屋に仕掛け、群衆を引き連れて現場を抑え、私を裏切り者として確定させる。差し迫ったこの罠に直面して、私は何もしないことに決めた。ただ、ライリーが動くのを待つだけにした。パーティーが始まった。ライリーの目は私の手にあるワイングラスに何度も向けられた。私は完璧に役を演じ、仕込まれた赤ワインのグラスを掲げ、一気に飲み干した。少しふらつくふりをして、めまいを装った。ステラ、酔ったの？ライリーはすぐに私のそばに駆け寄り、心配そうな表情で私を支えた。私が2階に連れて行って休ませてあげる。私は彼女にも垂れかかり、朦朧とうなずいた。ライリーは私をある部屋に連れて行き、ベッドに押し倒すと、素早く出て行き、ドアに鍵をかけた。私は誰かが隣に寝ているのを感じた。その人は私を腕の中に引き寄せ、私は完全に意識を失った。次に気づいたとき、私は叫び声で起こされていた。パパ、ママ、私、ステラがあの家の敵とこの部屋に入るのを絶対に見たわ。ライリーの心配そうな声がドアの外から聞こえた。そんなはずない。ステラが浮気するわけがない。それは母の声だ。ママ、ステラはあなたの本当の娘じゃないの。彼女を信じてはいけないわ。ガチャーン。ドアが勢いよく開かれた。ライリーが真っ先に飛び込み、その後ろに両親と大勢の客が続いた。キャー。ベッドの上の情景を見て、ライリーは大げさな悲鳴を上げた。ステラ。パパはあなたを追い出そうなんて思ってなかったのに。どうしてお金と権力のためにこんなことするの？ヴィンセント・ホークと私は乱れた姿でベッドに座り上がっていた。私は慌てて布団を体に引き寄せた。何してるの？なんで私の部屋に勝手に入ってくるの？ヴィンセントは身をかばうように私の前に出た。ライリー、これはどういうことだ？彼は冷たい声で尋ねた。父はライリーを睨みつけ、顔を曇らせていた。観客が揃ったのを見て、ライリーは演技を始めた。彼女は私を指さし、涙声で言った。パパ。彼女に騙されないで。彼女は恩知らずの裏切り者よ。彼女はホーク家と結託しただけでなく、あなたの書斎から機密ファイルを盗んでヴィンセントに渡したんだから。この目で見たの。あの枕の下にあるわ。彼女は駆け寄り、枕をひったくった。確かに、黒い USB メモリーがそこにあった。私を罠にはめたのね。私はメモリーを眉を潜めて見つめながら叫んだ。ライリーは勝利の表情でそれを高く掲げた。現行犯よ。ステラ、これについて何か言い訳はあるの？お金のために自分を育ててくれた家族を売るなんて動物以下よ。パパ、ママ、この裏切り者の蛇を家族から追い出さなきゃ。9番目の弟サムが走り出て、私の前に立ち、必死に泣き叫んだ。ダメ。ステラを出て行かせちゃダメ。彼女は私たちに一番優しいんだから。ステラが家族を裏切るわけない。あなたが悪い女、お姉ちゃんをでっち上げてるんだ。8番目のノアは前に出て、ライリーを押し始めた。パパ、ママ、ステラが書斎に出たり入ったりしている防犯カメラの映像も持ってるの。ライリーは私の命運を決めようと宣言した。間違いなく彼女が会社の機密を盗んだのよ。彼女は私に挑発的な一瞥を投げかけ、スマホを取り出してビデオを再生した。そして、隅に立っていたリディアをスポットライトの中に引きずり出した。リディア、さっき私に言ったこと、おじさんたちおばさんたちに話してくれる？書斎に入ってファイルを盗んだのはステラだった？
みんなに言ってごらん。リディアはためらい、両親と私を見比べた。お姉ちゃんごめんなさい。リディア怒らないでね、それは。リディアが言い終わる前に、ライリーが大声で遮った。ステラ、たとえあなたがママとパパの本当の娘じゃなくても、彼らはあなたを大切にして、何でも与えてくれたのに。どうして裏切れるの？そんなに私が嫌なら、私が出ていくよ。私のせいで家族を裏切らなくていいのに。ライリーの非難は熱烈で、涙にあふれていた。